皆さんこんにちは、くまパンチです。今日は今後実装される新キャラ発明家のプロフィールとスキルについて実際の動画と翻訳したテキストを見ながら解説していけたらと思っています。ぜひ最後までお付き合いいただけたら幸いです。まずは中国での実装とバージョンについての情報です。本国の方ではクリエーショナルラプソディのバージョンとして新職業発明家が実装されています。実装日は今年の1月22日です。発明家のプロフィールになります。ピンクと白の髪をしていてゴーグルをかけています。武器はメカ。この画像の言語はゲームの造語でした。この発明家から後の2つの職業に派生します。発明家の名前はジョティと言われているようです。かわいいジョティが今後どのように成長するのかが鍵となっているようでした。ここから発明家からの派生職業を見ていきたいと思います。まずは機械師。髪の毛はピンクと白のままでフードをかぶっています。お供の機械が改造されており、緑からピンク色になっています。設計図は造語で、上のテキストを翻訳したのが次の画像となります。魔法工房アカデミー出身、オンボーディング評価。意味は評価やプロフィールのことでした。職業は整備士をしているようです。モットーは可愛らしさを保つことは機械と同じぐらい大事と書いていました。海外ではメカニックとも呼ばれています。からくりや機械いじりが得意な天才のようです。ここからはスキルについて実際の動画と翻訳したテキストを見ながら解説します。ロケットジャンプ。レンチを握ってジャンプし、放物線を描いて開始地点と着地地点にダメージを与えます。ギネティックレンチ。クールタイムが延長し、飛行可能になります。移動速度と自然パーツ獲得効率が上昇します。重力ループ。指定の場所にスーパーキャット電磁ドリルを出し、付近の敵を麻痺させ遅延させます。弱点検査。スーパーキャット電磁ドリルのスキル発動時、サーチライトに変化しダメージを増加させます。いたずら猫マシンガンタワー。設置すると攻撃形態がマシンガンとなり、50メートル以内の敵を攻撃します。いたずら猫モルタル。猫迫撃砲を組み立て、50メートル以内の敵に範囲攻撃を行い、減速効果を付与します。猫ミサイルキャノン。50メートル以内の敵にダメージを与え、その後、迫撃砲とマシンガンに順番に交換されます。飽和アセンブリ。いたずら猫シリーズ砲塔を3つ同時に組み立て、それぞれのスキルレベルに依存した攻撃を行います。共同射撃。爆撃座標を指定して目標地点に高頻度で激しい爆撃を即座に開始しダメージを与えます。爆弾ギフトパック。ジャンピングボムを敵に投げつけます。3倍に膨張した後、臨界点に達して爆発します。低高度爆撃アレイ。トリックスターキャットドローンを設置し、監視の上連続爆撃を行います。密集弾丸降下。トリックスターキャットドローンを集結させ、電磁マシンガン射撃を行います。フルパワースイング。巨大なレンチを両手で振り上げ、前方に3回叩きつけてすごい勢いで飛ばします。地下爆撃。
指定した場所にスーパーキャット電磁ドリルを設置し、上昇と叩きつけを繰り返して攻撃します。高温レーザースキャン。指定した場所に猫ドローンを組み立て、スキャンしながらゆっくりと前進します。爆発ヒーローファクトリー。パーツを継続的に生産することができるスーパー猫工場を組み立てることができます。そしてその猫工場から超爆弾も継続的に生産することができます。ダメージ判定もあります。爆裂光合指令。ミニ歯車を2つ組み立ててハンマーで叩くと急成長し、目の前の敵に強力な攻撃を行います。共同標的爆撃。迷惑猫ドローンの隊列を組み、指定された場所に攻撃を仕掛けます。機動隊形。最大3台のポータブルドローンが周囲に集結します。そして攻撃を行います。フィアレスプロトコル。即座にキャットシリーズ全3種を集結させ、指定された位置に激しい爆発を引き起こします。強力磁気スポット溶接。砲撃点に高電圧の磁流を連続的に放射します。最後に爆発を引き起こします。厄介猫の抹殺者。全工程を通じて自律的に戦闘した上でスキルを発動できる知能戦闘機械を組み立てます。機械は自動で戦闘を行ってくれるようです。ここまでが機械師のスキルになります。機械師の戦い方はいろいろな機械を作っていて、多角的に一斉に攻撃することができていますね。必殺技も2つアニメーションなのが、すごく評価が高いポイントです。はい、機械師は以上となります。半分自動で戦ってくれそうですね。爆発やマシンガン、ミサイルなどが、個人的にはとても楽しそうだなと思いました。最後は競争家についてです。狂った思想の持ち主でロマンを追い求めています。機械師とは違って大きなロボットに登場し戦うのが大きな特徴となっています。翻訳になります。職業は空想家。モットーは最も合理的なアプローチは不合理であると書いてあります。型破りな性格なようです。海外ではラプソディックとも言われています。物理クラスであり、自律戦闘と操縦メカのスタイルがあります。ここからは競争家の動画と翻訳したテキストを見ながらスキルを解説していきます。エルボム。ミス・エルーを前方に投げ飛ばし、爆発を引き起こします。マルチバウンス。ミス・エルーが機関飛行範囲内にいる場合、自動的に再命中しダメージを与えます。エルーサイフォン。ミス・エルが円を描いて回転しながら周囲の敵を吸収します。そして飲み込みます。ソーダ戦士登場。ソーダ燃料が満タンになるとソーダウォリアー形態に変身することができます。ウォーリアー形態ではソーダ燃料は時間とともに減少し続け、スキルでも減ります。インパクトドリブル。右手でドリルを3回連続で前方に発射しダメージを与えます。地割れドリルビット。ソーダファイターの
右手を使って地面に3回連続で穴を開けて攻撃します。L ダンス。対象エリアにミスエルを召喚し、ミスエルは対象エリアに跳ねる攻撃を行います。炭酸マシンガン。炭酸ミスターを召喚し、前方の扇形エリアを攻撃します。炭酸包囲。3体の炭酸ミスターを召喚し、順番に前方に突進させてダメージを与えます。炭酸気圧。ソーダウォーリアー形態の時、スキルを使用するたびにグリッドを獲得し、2グリッドで燃料を補給できます。加圧ソーダ水。運転中に炭酸飲料を飲むことでダメージが増加し、炭酸エネルギーが4層付与されます。ソーダインパクトドリブル。ソーダウォーリアーを直進的に前進させ、ドリルで道中の敵を攻撃します。ソーダナメクジ弾。巨大なドリルを前方に発射して継続的なダメージを与えることができます。ソーダ空中投下訓練。空高くジャンプし、巨大なドリルを地面に向けて発射し、ダメージを与えます。炭酸スイープ。炭酸ミスターの上に座り、カーブを描いて敵を引きずり、最後にテールフリックで攻撃します。ソーダ暴風剣。拳を高速で振り回して前方の敵を攻撃します。ジョイスティックで移動もできます。前段発射。炭酸爆弾を連続発射して敵を追跡します。ジョイスティックで移動もできます。大晩餐会指令。炭酸ミスターの上に座り前進し、敵を集めてL さんの口に送ります。そして爆発します。炭酸ダンクシュート。前方の円形エリアに飲み物を噴射した後、ミスエルの上に座り飛び込みます。ダブルソーダドラゴンロール。肩から炭酸水の柱を前方に発射し、水域は拡大し続けダメージを与えます。ソーダコンフュージョン。空中に飛び立ち巨大な燃料管を発射した後、ドリルで突進し大爆発を起こします。L ウェーブ。地面を連続で3回叩きつけ、前方に津波を放ってダメージを与えます。地殻突破。地面を3回連続で叩きつけ、3つのドリルが回転しながら敵を攻撃し続けます。競争化の戦い方を見ていきます。ミスエル、炭酸ミスター、炭酸ウォーリアーの3つを使って数多くの範囲攻撃を持っている印象でした。やっぱりね、ロボットに乗って戦うのはね、すごくね、ロマンがあって楽しそうです。はい、スキルの解説は以上となります。すごいね、たくさんスキルがありました。でね、この2つともね、日本に来たらね、もう絶対に作りたいクラスだなと思っています。ね。運営さんの更新速度に期待しています。レベルキャップの解放は装備やスキルが更新されてしまうんで、ちょっとあんまりね、遅い方がいいかなと個人的には思うんですけど、コスチュームとか職業はどんどん出してね、ユーザーを飽きさせないようにしてほしいなと思っています。そしてですね、ついにね、待ちに待った明日はね、ワンパンマンコラボが来ます。もうめちゃくちゃ楽しみです。
皆さんとね盛大にね、楽しんでね盛り上がっていきたいと思います。まだこのゲームを始めていない人も、始めてみてください。ガチャ動画も出すんでね、お楽しみに。いつもご視聴してくださって本当にありがとうございます。すでにね、もう登録、コメント、高評価も本当たくさんいただいてて、もうめちゃめちゃ感謝しています。ね、まだしていない方がいましたらよろしくお願いいたします。そして今後とも動画上げていくんでよろしくお願いします。さよなら。